ちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今 IKEA ではクリスマス真っ只中なんですけども、クリスマス以外の新商品もたくさん出ています。今回は見逃せない新商品とクリスマス関連のおすすめアイテムも紹介します。購入品も紹介しますので、ぜひ最後までご覧になってください。 USB ケーブルがリニューアルしていました。色合いがもうすごく可愛いんです。 IKEA の USB ケーブルといえば布巻きになっていて耐久性が強い、またゴムベルトがついていて収納しやすいということで評判です。また価格もとってもお手頃なんです。私も気に入って数種類持っています。色ごとに使われているコネクタが違います。また長さも違います。こちらは USB-C to-C です。 1.5 メートル。この後ろにある緑のものも同じく C to-C の 1.5 メートルです。こちらは A to-C でなんとワンコイン。こちらは商品名はピンクベージュとなってるんですけども、オレンジとベージュに見えますけど、こちらは C2 ライトニングです。で、注目したいのがこのリルフルトじゃないシリーズのものなんです。 A2C と C2C2 種類出てるんですけども、それぞれ長さは1メートル、布張りじゃないゴムベルトもないんですけど、こちらはスウェーデンのカラーリストテクランさんとのコラボレーションです。テクランさんとのコラボは26年から発売開始みたいなことが書いてあったんですけど、その先駆けとして今年の2月頃バッベビーのこのピンクとブルーの新色が出ていました。なのでこのケーブルもそのコレクションの一つなのかなと思ってます。 USB のアダプターと A2C のケーブルがセットになったものが売られていました。こちらは 5W の仕様なのでスマホやタブレットを充電するには向きません。ただ IKEA のライト、ポータブルライト、充電式乾電池を使ったポータブルライトなどの場合にはこちらでいいと思います。こういうの欲しかったっていう方多いんじゃないでしょうか。こちらは USB 給電のライトです。 USB Type-C で給電することができます。パソコンに挿して手元を照らすことができます。で、しかも押しながら調光もできるんですよ。これがすごいなと思いました。いや、ここでねカチッカチッってオンオフできること自体もすごく感動したんですよね。以前からあるこちら結構バズりまして、飛行機の中ですごく便利だと。読書灯だと結構大げさじゃないですか。ただこの黒い方はめちゃくちゃ小スペースなんですけども、抜き差しでしかオンオフができなかったんですね。でそこはね今回改善されてるし、調光もできるし、しかもお値段がびっくりなんですよねこれほんとその値段ってびっくりしました。ぺったんこになるので持ち運びもしやすいと思います。電球も新商品がたくさん来ています。以前から他国で来てるなっていうのをずっとチェックしてまして、日本にも来るのを楽しみにしてました。モールナルトシリーズでスマート電球ではないんですけども、とってもデザイン性があって素敵です。2種類出てまして、一つはラインのように光っていまして、とてもスタイリッシュです。結構大きめですね。存在感あります。左のガラスインガラスみたいになってるのもすごくおしゃれですよね。ガラスが一部開口しているのもとてもかっこいいです。明るさはこのラインの方が200ルーメンで、開口している方が150ルーメンとなっています。私はこの平たいデザインのものがとても気に入っています。ちょっとねくぼんでてすごく可愛いんですよ。コードセットで天井から吊るだけでとってもスタイリッシュなんです。コードセット売り場に実際に吊ってある例もありました。やっぱぶら下げるのいいですね。ミニマルな雰囲気がしていいですよね。また IKEA はコードセットもこんな風にいろいろ種類があります。大理石調のものであったり、マットなものもあったり、あとベージュ、ホワイトなど色もバリエーションがあります。またこの電球ですが、シンプルなフロアライトに合わせるのもとても素敵だと思います。照明コーナーつながりでもう一つ紹介します。こちらのペンダントライトです。こちらはシェードだけじゃなくって黒いコードセットの部分もセットになっています。天然素材で銅ですかね。すごく存在感があります。この天井側のカップの部分が金属製なんですよ。ちょっとデザインが入ってて、天然素材との組み合わせがとてもかっこよかったです。
網目が細かいですから、ナチュラルなインテリアだけじゃなくモダンなインテリアにも合わせやすそうだなと思いました。大きさの感じが伝わるといいんですけども、周りにあまり物もないのでちょっと伝わりづらいかなと思います。サイズ感は実物をご覧になるのがいいかなと思います。こちらは99円で買えるフック付きのボックスなんですけども、新色が出ていました。ベージュと、かなり明るめのベージュですね。ブルー、レッド、オレンジかなが出ていました。少し落ち着いた色味のブルーでした。IKEA のワゴンに引っ掛けて使ってる方も多いです。ブライトオレンジっていうことですね。我が家結構スンネルスター対応してまして、ぬいぐるみを入れてるボックスの縁に引っ掛けて小さいぬいぐるみをそこに分けて入れたり、あとはキッチンの引き出しの中でお鍋の取っ手を入れたり、あとゴミ箱としても使っているので、今回このベージュはいいかもしれません。 IKEA はゴミ箱がすごく充実しているのをご存知でしょうか。ゴミ箱コーナーは驚くほど種類がたくさんあります。こちら私も持ってるんですけども、キッチンの扉などに引っ掛けることができて、蓋が前に開くことで蓋を開けっぱなしで作業がしやすいという工夫がある商品です。もう少しゴミ箱を紹介させてください。こちらも IKEA ならではの商品だなと思うんですけども、デザインがとっても素敵なゴミ箱です。で、デザイン性ももちろんなんですけども、こちらこの細長い楕円形のため小スペースですし、さらにこのように積み重ねることができます。積み重ねた状態でもちゃんと蓋が開くように作られております。ゴミ箱らしくないこのデザインと色味がとても素敵です。で、私もずっとゴミ箱で悩んでいたので、いいのないかなと探している時代がありました。その寸法がうちに入るのかどうかっていうのが非常に分かりにくいんですよ。こちらのタイプもそうなんですけどね、こう下に行くほどすぼんでいるんですよね。で、うちのゴミ箱もぜひ見ていっていただきたいんですけども、カップボードはパナソニックのラクシーナシリーズです。ここに先ほど紹介したスンネルスタが引っ掛けてあるゴミ箱が入っています。IKEA のオンラインに載ってるサイズっていうのはこの最大のサイズが載ってるので入らんやろうと思ってたんですけど、下に行くほどテーパーがかかっているので入れることができました。高さはギリギリすぎて蓋ができませんでしたが、こちらはプラゴミ用として使っています。以前はここを3分割するような同じサイズのゴミ箱が3つセットされていたんですけども、プラゴミが多いんですよ。いかんせん3等分よりもこの方が使いやすくなりました。手前は無印のファイルボックスで、ここは紙ゴミを入れています。スンネルスタには小さい金属や電池のゴミを入れるようにしています。ほんとたくさんの種類があるので、ゴミ箱に悩んでいる方はぜひ IKEA のオンラインサイトをチェックしてみてください。次はクリスマス関連の購入品を紹介します。こちらのタラスタイプのランプのシェードをですね買いました。他にもタラス系の照明たくさん今年も出ています。皆様もコメントでおっしゃってましたけども、毎年よくこんな可愛いのを出してくるなと思いますよね。毎年恒例のこちらの星のライトもですね、たくさん今年も販売されています。今年はこの赤系がちょっと多めに出ていますね。この星は使わないときはほんとペタンコになるのがいいところです。で、たまにこのコードセットを買い忘れる方とか電球を買い忘れる方もいらっしゃいますのでご注意ください。あと今年は大丈夫と思いたいですけども、たまにコードセットだけ売り切れてしまうことがあります。もちろん人気のシェードは売り切れてしまうんですけども、なので皆さん早めに購入されることをお勧めします。で、私はこのスクープの一番小さいサイズにクリスマスツリーと照明を全部一緒にしまっています。意外とね入るんですよね。ここに入ってるクリスマスツリーは180センチのタイプなんですけども入っています。で、この星は先ほども申し上げた通りこんなぺったんこになりますから、この入ってるケースっていうか箱も捨てずに取っておくことをお勧めします。で、今回購入したのはこちらです。早速開封していきます。はい、こんな感じでした。ブーメランみたいな形してました。ちゃんと組み立て説明書もついていますのでご安心ください。で、わからなかったら IKEA に
電話してカスタマーサービスに電話すると詳しく教えてくれますよ。天井に先にコードセットを引っ掛けてからシェードをつけなさいよという内容でした。とても簡単ですね。閉じる場所はマジックテープになっていますので、ピタッと合わせるだけみたいです。早速やっていきましょう。こちらは IKEA で購入したコードセットです。ずっと使ってる星用のやつですね。これを今年のシェードはこれにしたいと思います。毎年ここに星を吊り下げてるのでフックはつけっぱなしなんですけども、ここに今年も垂らしました。くるっとこのように、巻きつける感じですね。それでこの閉じた部分をちょっと後ろにぐるりと回転させました。このコードセットがコンセントタイプなので、間にスマートプラグをかませて時間でオンオフするようにしました。陰影がとっても綺麗です。壁に映る光の影もとても綺麗です。ホワイトなのでインテリア問わず合わせやすいんじゃないかなと思います。他のディスプレイを変えることなく割と馴染んでくれました。結構素材はしっかりしてるなって感じですね。そんな簡単に破れるとかはなさそうです。天井のフックはこういうのを使っています。これは Amazon で買いましたけども、概要欄に載せておきます。コードがダラーンとするのが嫌だっていう方はこんな風になんちゃってコードセットを設置するのもいいかもしれません。こちらも同じ天井にフックをつけてるんですけども、 IKEA のこの本物のコードセットを使って引っ掛けてます。で、電球はこういう Amazon で買ったちょっと怪しい充電式の電球を使ってます。こうすることで天井からコードがダランとせずにすっきり設置することも可能です。この電球っぽいポータブルライトは私が買ったやつは品切れてるので、似たようなものをリンク概要欄に貼っておこうと思います。 IKEA のルームセットを一緒に見ていきましょうのコーナーです。ちょっと変わったお部屋があったので一緒に見ていきたいと思います。お子さんのいる2人暮らしのお部屋ということなんですけども、真ん中のワードローブの存在感がすごいですね。ここに置くみたいなこのワードローブは後ろ側からも開ける、両側から開閉することができるチェストなので、このように部屋の間仕切りっぽく使っているんですね。面白いです。ランドセルが置かれていますね、一番下に。そのぐらい奥行きがあります。いや、めちゃくちゃ通路の邪魔じゃないって思ったんですけど、面白かったですね。冷蔵庫の横にヨナクセルの引き出しがぴったり収まっていました。すごいジャストフィットしてます。中身がうっすら見えるので整理しやすそうです。収納量はめちゃくちゃありそうですね。リビングスペースにはイーバルという棚がずらっと並べられています。手前は食器とかキッチンで使うものを置かれていたり、途中はスコーディスでディスプレイコーナーもあり、また奥の方は扉をつけて隠す収納にもしています。もう一つルームセットを見ていきましょう。こちらは結構広めな LDK になっています。グリーンが差し色でしょうか。ウォールシェルフ、ブランケットなどグリーンが入っていてとても可愛いです。テレビの上にプロジェクター用でしょうか、遮光ロールスクリーンが取り付けられていました。これをスクリーン代わりにするということですね。プロジェクターを使いたい時だけ下ろして使うことができますので、とてもいいアイデアです。またプロジェクター用のスクリーンって結構お高いんですけども、遮光ロールスクリーンを使えばお手頃価格でいいですね。ダイニング奥にはカラックスが置かれています。足つきのカラックスなのでちょっと軽やかな雰囲気に見えます。薄々思ってたんですけど、 IKEA 東京ベイめちゃスコーディス有効ボード好きじゃないですか。そう、私が好きだから目が行くだけ意識しすぎですかね。なんか全部屋にあるんちゃうかなと思って見てました。カラックスは扉付きを置くことで隠す収納ができています。そして中はバリエラで上下を区切って使っていました。やっぱリビングって細々したものをね収納したいですから、隠す収納があるといいですよね。ラグエリアの新商品です。IKEA いろんなラグあって、玄関マットよりは大きくって、廊下とかあとベッドサイドなんかにもいい
サイズ感のラグのシリーズがあるんですけども、今回そのカテゴリーからちょっと注目したいものがあります。こちらのチェックのものなんですけど、裏がねすごい滑り止めがついてまして、これがねちょっとびっくりしました。値段もとっても安いです。すごく落ち着きのある柄となっています。IKEA のバスマットもすごい滑り止めついてて、それに似てました。洗濯機で洗える仕様みたいです。花瓶コーナーです。とても柔らかいデザインの花瓶が新しく出ていました。模様がとても綺麗ですよね。コロンとしたデザインなんですけど、口が少し閉じ気味なのでバランスよく飾りやすいと思います。色も少しピンク、ベージュ、ブラウンがかってて綺麗です。こちらは小さいタイプもありました。こうやって2種類あるタイプはオンラインで買う方はとても注意が必要です。間違えやすいですからね。 IKEA では定番のポプリがですねリニューアルしていました。 IKEA のポプリはとても自然な香りで、ささやかな香りがお好きな方に人気があります。でこのポプリを入れるのにいいですよって言ってるこの99円のガラス容器があるんですけども、今回新たにウッド製のトレイも発売されました。よりポプリが空気に触れるので香りやすいんじゃないかなと思います。こちらですね、スクエアタイプになってます。これは一枚一枚結構柄が違うなと思ったので、実物を見て選ばれる方がいいんじゃないかなと思います。結構節が気になったりとかちょっと個体差あるので、気になる方は自分で選ぶのがいいと思います。はい、もうお腹いっぱいかもしれないんですけども、キッチングッズの新商品も見ていきましょう。いいのが出てるんですよ。こちらティーポットなんですけども、クリアガラス製でとっても綺麗です。めっちゃ可愛くないですか？中も全部透明なんですよ。これはテンション上がりますよね。自分用にお茶を作ってる時間ってちょっと優雅な気分になるじゃないですか。このティーポットで入れたらすごくテンション上がりそうだなと思いました。この蓋がねちょっとこう入れる時に押してくるのが嫌だなって方はこちらおすすめです。スタイリッシュで私も非常に気に入って使っています。あとこちらはペーパーナプキンホルダーなんですけども、日本ではグリーンしか出てなかったんですが、今回ベージュが日本にも入ってきました。私は去年シンガポールで購入したんですけども、もう自慢できなくなりましたね。こちらは片側だけ折り曲げてブックエンドっぽく使うこともできます。キッチンクロスまた可愛いの出てたんですけど、どういうことなんでしょう。ちょっとフリンジがついたとても可愛いデザインのが出てました。色味がちょっと真っ白じゃなくってきなりっぽい色なのもすごく可愛いです。今キッチンクロス買いに行かれると選び放題です。ほんと可愛いのたくさんあります。これちょっとお値段高いなと思ったらリネン痕なんですね。吸水性が優れているリネンが含まれているということです。可愛いだけじゃない機能的ということですね。泡立て器がモリモリに盛られててすごいインパクトがありました。IKEA はこの10月に美濃焼きの技術を取り入れたメイドインジャパンの食器を発売するということで、私はそれを非常に楽しみに待っています。次回紹介できたらいいな、そろそろと思ってます。あとクリスマスツリーも出そうかな。今年のオーナメントもいくつか購入したので紹介します。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。